outside って書いてある方ですね。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カカカシロピーです。今回はこちら、最近販売されたカーオールのジオセラミックタイヤコートという商品を使ってみようかなと思います。で、このカーオールのジオセラミックシリーズっていうのがあって、最近販売されたんですよ。で、これはタイヤコートなんですが、こちら、ボディコート用のジオセラミックも販売されています。で、今回はこちら、タイヤコートの方を使ってみようかなと思います。で、ボディコートの方は次回別の動画でね、紹介できたらいいなといった感じです。こちら、タイヤコートの方、金額が2970円です。約3000円。まあまあしましたね。で、新商品ということで、ちょっと気になったので購入しちゃいました。超耐久セラミック、黒ツヤと保護効果を持続と。で、3ヶ月効果持続するみたいです。で、いろいろパッケージには書いてあるんですが、特徴としては、まず1つ目、水や洗浄に強い。硬質セラミックナノ粒子により高耐久皮膜を形成。雨に強く洗浄後も保護効果を持続します。で、2つ目が黒ツヤ仕上げ。これなんていうの？高重合シリコーンがタイヤに深みのある黒ツヤを与えます。3つ目、防汚効果。強撥水シリコーンレジン配合。強力な撥水効果で汚れのこびりつきを防ぎます。4つ目、水性タイプ。石油系溶剤不使用でタイヤに優しい。5つ目、塗り込みタイプ。ホイールやボディに飛び散りません。6つ目、専用スポンジ付き。塗りやすい大型スポンジを採用。で、最後、7つ目、大容量 180ml。タイヤ約32本分に使えます。という形になっております。で、個人的に気になるのは、ツヤ感かな。乾燥させるタイプなので、かなりガチッとなるのかな。そこら辺もちょっと見てみたいなと思います。で、パッケージだったり見た目はね、すごいシンプルで、個人的には良さそうだなっていう。パッケージはね、ちょっと実際に使ってみようかなと思います。そしたら早速、外へ、レッツゴー！はい、そしたらこのタイヤに施工していこうと思います。で、まずはね、ちょっと丸々1本施工してみようかな。で、使い方はここに記載されています。まず1、タイヤを洗浄し水滴を拭き取る。汚れが残った状態で使用すると本来の効果が得られない場合があります。必要に応じて中性洗剤やタイヤブラシ等で洗浄してください。で、2番、ボトルをよく振り専用スポンジの灰色面柔らかい面に液を適量取りタイヤ側面に均一に塗り伸ばす。3、乾燥させる。乾燥時間の目安、夏場30分、冬場60分で、米印柔軟な皮膜のため洗浄時はスポンジ等で優しくこすってください。また乾燥後も若干のベタつきがありますということですね。で、中にはこちらタイヤコートとあとスポンジが付属されています。で、こっちの柔らかい面ですね。硬い面と柔らかい面があるので、柔らかい面に液剤をつけて塗り伸ばしていくといった感じです。そんなね難しくないと思うので、実際にちょっと使ってみようと思います。はい、マスキングテープを貼りました。で、タイヤ自体は普通に中性洗剤で洗いました。この部分は未施工ということで、施工したところとの違いを見ていけたらいいかなといった感じです。まずはよく振る。で、スポンジに適量を取る。こんな感じですね。白っぽい液剤です。で、これをつける。わかるかな？暗いか。ツヤは言うほどギラギラした感じじゃなくて、ちょっと乾くとツヤも引けていくような感じですね。で、スポンジは僕が普段使っているピタスポの方が使いやすいですね。あとツヤ出てんのか、ここ見ると。なるほどね。結構この辺見るとツヤが出てる感じするんだよね。あんまね、そのシャバシャバしてないので、伸びはいまいちな感じするけど使いやすいかも。ちょっとこの辺入り込んだやつがムラっぽくなっちゃった。とりあえず一旦こんな感じで、まだ下の方やってないんですが、ちょっとマスキングテープ剥がしてみます。ツヤはこんな感じです。どうです？わかりますか？
こみ施工ですね。ツヤ感はこんな感じ。そんなねギットギトはしてないんだけども、ちょっと乾いてからだね。塗った直後と乾いた時のツヤ感なんか違うっぽいので、30分放置してから最後ツヤ感見てみようと思います。はい、今一通り塗って、5分ぐらい経っているんですが、わかるかな、ちょっとムラっぽくなってますよね。これが乾いてまたちょっと落ち着くと思うんですが、この塗った直後ムラっぽくなんかギトッとした感じは正直ありますね。これがね今のところちょっと気になってる。ちょっと触るとねペタペタした感じな雰囲気のツヤ感と、あと乾いたところは結構落ち着いてきているんですが、ここの差がねあるなといった感じです。引きで見るとこんな感じですね。ニセコと比べると結構ツヤ感がありますね。けどまだ乾いてないところはちょっとギトッとした感じありますが、全体的に見ると言うほどギットギトっていう感じのなんかオイリーっていう感じではない。塗った直後右のこの F209 の上側とかはちょっとまだギトギトしてるかなっていう感じです。で夏場30分ということなので、冬場60分だから60分ぐらい経ってからどんな感じになってるか見てみようと思います。はい、そしたら後ろのタイヤですね。こちらまだ未施工なんですが、比較用としてちょっと施工していこうと思います。左側半分いきますか。アウトサイドって書いてある方ですね。こっち面にジオセラミックのタイヤコートを施工していきます。なるほどね。ちょっと伸びが悪いみたいな話さっきしたと思うんですが、確かになんか伸び自体は悪いんですが、結構スポンジに吸収されてるっていうのかな。今あんまつけてないんですが、1回軽くこすっただけだと全然ツヤ出ないんですけど、ちょっと何回かこすってあげるとツヤ出ますね。全然違うわ。さっきは塗っても乾いてなんか変な感じでみたいな、そこまで言ってないかだったんですが、使いづらいなっていう、なんか伸びが悪いなと思ってたんですが、この染み込んでるものをこうゴリゴリ塗ってった方が良さそうですね。けどやっぱなんか高濃度シリコーンなのかわかんないけど、ちょっと重いね。こっちの方がいいじゃん。気づきでした。やっぱスポンジ的にこの塗りたい隙間が塗れないな。このホイールとタイヤのこの隙間ね、ちょっと塗り込みたいんですが、結構ねゴシゴシしないと、うまく塗れないっていうかぐらいちょっと重いんですね。ちょっと先端部分につけてあげて、この辺にいった感じでいきますが、なんかテカリもね増したような気がする。さっきより塗り込みスタイルの方がいいわ。けどやっぱちょっとベタベタする感じはある。そしたら反対側右側にシュアラスタのタイヤワックス、僕がよく使ってるやつですね。これを使っていきます。付属のねタイヤスポンジあるんですが、ひたすこでいっちゃいます。なるほどね、違いはあります。まずこの液剤がシュアラスタの方が柔らかい、そのため塗り感が軽いで塗り伸ばしやすいけど、ツヤはジオセラミックの方が持続しそうな気がする。コスパ悪いってさっきジオセラミック言ったけど、染み込んでるのを伸ばしていけば全然コスパいいかも。全然こっち側施工車つけてないんですよ。ほぼつけてない。最初の1回ぐらいだったので、そこはね施工方法としては注意した方がいいかもしれないです。とりあえずこんな感じですかね。ツヤ感はねジオセラミックの方があるかな。そんな感じがします。そしたらマスキングテープを剥がしてみます。シュアラスタの方もね若干ちょっとムラになってますね。乾いてくるとムラがね出てくるんですよね。なんかちょっと放置した方がもうちょっと馴染む。だからもうちょっとねツヤはね落ち着くと思うんですが、一旦剥がしてみます。こんな感じですね。違いとしてはね、両方とも似たようなツヤ感はツヤ感なんですが、このジオセラミックの方がホコリとかがつきそうなちょっとペタペタした感じがあるかなって僕は思っています。とりあえず、30分から60分、夏場冬場で放置っていうことなんですが、1日ね放置してみて、明日水をかけたりして違いとかをいろいろ見てみようかなと思います。はい、そしたら1日経過しました。水はじき保護性能とか見ていこうと思います。でこれは前側のタイヤでジオセラミックタイヤコートを、全部に施工してるタイヤになります。水かけていきます。はじくわ。風強い。わかります。この部分が未施工ですね。こんな感じで弾いております。
そしたらシュワラスターと比較してるところをちょっと洗ってみて変化があるのか見てみようと思います。はい、そしたらこちらがシュワラスターとジオセラミックタイヤコートを比較しているタイヤになります。で、マスキングテープの跡が上と下にあります。で、右側がシュワラスター、左側がジオセラミックとなっております。で、ジオセラミックの方は皮膜が柔らかいみたいなのでスポンジで優しく洗ってくださいという記載がありました。なのでまずはスポンジで軽く洗っていこうかなと思います。あれ、水はじきが違う。あ、これちょっと待って、嘘つきました。シュワラスターの方は弾いてる感じはあるけど、なんか撥水っていう感じではない。で、ジオセラミックの方は撥水っぽい感じ、水はじきが全然違いますね。シュワラスターの方がちょっとツヤが落ち着いてる感じするんだけど、一回洗ってみますか。タイヤを泡だらけにしました。で、スポンジで軽くこすっていくような感じにしますかね。で、普段だったらタイヤブラシみたいなので結構ガシガシいっちゃうんですが、一応皮膜は弱いということなのでスポンジで軽くやりました。後でタイヤブラシやってみようと思います。はい、こんな感じですね。水はじきは、さっきとそんな変わんないかな、両方とも。今まだ濡れてる状態なんですが、遠目から見た感じ、若干シュワラスターの方が茶色っぽい感じっていうのかな、ちょっとツヤがついた感じにはなっています。セコのところともちょっと比較してみたいので一回拭きます。はい、引き上げが終わりました。で、こう見ると全然違いますね。ミセコのところと比べるとシュワラスターの方もツヤっていうか黒さはあるんですが、ジオセラミックの方がツヤ感は出ています。だから結構ね良さそうけど、なんかちょっとホコリみたいなのがねつく感じはある。触った感じ別にベタベタはしないんだけど、なんかホコリがもしかしたらつきやすいかもしれない。で、今近くから見てるからツヤ感みたいなのがあるように見えますが、遠目から見たら全然ねいい感じです。こんな感じ、すごいテッカテカっていうわけではないですね。シュワラスターの方がやっぱ一回洗っちゃうと結構落ち着いちゃうかなといった感じですね。で、シュワラスターの方がマット感はある感じの黒さかな。これは好みかな。シュワラスターまで落ち着いちゃうと塗ったのに物足んないなっていうケースもしかしたらあるかも。一旦ちょっとタイヤクリーナーを使ってガッチガチにちょっと洗ってみてどうなるか見てみようと思います。はい、そしたら、ジオンのタイヤクリーナーです。これを使ってどうなるかやってみようと思います。この何もやってないところだけ今入るのが出てきたけど、シュワラスターも出てるね。こっち出てないな。あ、出てるか。茶色っぽくなってるか。結構ねこれ強力なので、これで落ちるのかどうかやってみようと思います。あれ、撥水力が失われたな。ジオセラミックの方も水はじきがなくなりましたね。この辺まだほとんど洗ってない。この辺はもうブラシとクリーナーで結構ゴシゴシやりました。違うね。で、一回乾かします。ミセコの部分との境目がほぼなくなりました。この2のところか。なんか若干残ってるような感じがしなくもないけど、ほぼないに等しいです。だからアルカリ系のタイヤクリーナー使うと落ちちゃいますね。この辺はツヤ残ってますけど、こっち側はツヤ残ってません。ちゃんとって言ったらおかしいけど落ちてますね。水洗いのブラシとかどうなんだろうね。水洗いっていうか普通に中性シャンプー、茶色い汚れは出てないですね。普通の中性洗剤だったら問題ないです。今ブラシで結構ガシガシやったんですが、普通にカーシャンプーとかでパパッと洗う感じでいいのかな。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちら、カーオールの新商品、ジオセラミックタイヤコートというタイヤに使うツヤ出し剤ですね。こちらを使ってみました。で、使ってみた感想なんですが、施工性のところで言うと、最初なんかちょっと伸びづらいなとは思っていたんですが、ゴリゴリいけば結構伸びるかな。けど、結構ドロッとしてる感じなんですよ。なので、他のものと比べたら、ちょっとベタベタ感のある感じの塗り具合。で、ツヤ感は、そんなギラギラした感じではなかったです。シュワラスタのタイヤワックスと比べて、施工直後はそんな変わらない。で、と置くと落ち着く感じはあるんですが、なんとなくね、あれに似てるなって思いました。あれって何っていうとこなんですが、これ、リンレイのウルトラハードクロスペックコーティング。タイヤ用のツヤ出し剤。なんかね、耐久性が結構しっかりあるなっていう感じはしました。実際に洗ってみて、中性のカーシャンプーぐらいだったら全然落ちないし、逆にね、アルカリ性のちょっと強めなやつ、今回ジオンのタイヤクリーナー使ったんですが、あれだったら簡単に落ちちゃうっていう感じかな。で、シュワラスタのタイヤワックスとも比較したんですが、シュワラスタのタイヤワックスは、普通に洗うだけでかなりツヤっていうのは落ち着き
きますね。あの感じ見るとかなり耐久性っていうのはあるのかなといった感じです。でタイヤワックスとかタイヤコーティングとかってその膜をかぶせちゃうっていうのかな。タイヤって本来、車を動かすことによってタイヤがこうたわんで中から劣化防止剤が出てくるんです。それが茶色い汚れみたいな油分みたいなものなので、あれごと保護しちゃう、そうすると出てこないんじゃないかみたいなね、そういった論争とかもあったりするんですが、そこら辺に関して言うとちょっと僕もよく分かってないです。だからある程度成功性と見た目のところしかちょっと判断はできないんですが、こんな感じでしたといった感じです。気になる方はぜひ購入してみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。